おはようございます。加藤です。中国の大陸横断も、8日目になりました。今僕はですね、青海省西寧市におります。鎮海省の西寧市とも言いますけれども、非常に寒くてですね、今気温マイナス16度です。こんなに晴れ渡ってなんかいい感じの天気なのにめちゃくちゃ寒いですね。昨日の夜もなんかすごい寒いなと思ったら、なんかマイナス19度だったみたいですね。いやもう道理で寒いなと。いやー、僕は横浜生まれ横浜育ちなんで、こんな寒いところはあんまり来たことがありませんこれが、シーニン駅です。これから僕はどこに向かおうかと言いますと、チベットのラサに向かいます。チベットのラサはですね、ここからバックパッカーの中ではすごい有名な製造鉄道ですね。これで1960キロ、南西だから南西か西南方向の方にちょっと行く感じなんですけど、1960キロで時間ちょうど20時間ですね。それでチベットのラサに着く予定です。チベットはすごいいつか行ってみたい場所だったんで、小さい時映画で見てからずっと興味のあった場所だったんで、めちゃくちゃ楽しみですし、この鉄道もすごい乗ってみたかったんで、すごい楽しみなんですけど、シーニンの時点でこんな寒いってなると、ラサはどんだけ寒いんだろうって感じがしますね。ですね、今僕がいるシーニンは標高が2250、2275、そんぐらいです。でラサは標高が4200メートルです。めちゃくちゃ山の上にある場所ですね。近くにエベレストとかあったりするんで、そりゃそうだってくらい高い場所です。途中はすごい有名なですね、タングラ駅っていう世界で一番標高の高い駅とかあって、それは5068メートル、海抜5068メートルですね。そこに位置する駅とかがあったりするらしいんで、めちゃくちゃこれから高知に向かいます。いやでも本当寒い。さっきこれなしで歩いてたら耳がもげるかと思いまして、めちゃくちゃ寒いですね。いやでも人によっては全然帽子かぶんないで歩いてんな。慣れって恐ろしいですね、人間の慣れっていうのはというわけで、これから20時間鉄道の旅に、向かいたいと思います。これが僕と乗る製造鉄道ですかね。こっちも似たような車両がずっと並んでますけど、北京からこの西寧まで来た高速鉄道とはなんかちょっと趣が違いますね。ここから先は高速鉄道じゃないので、やっぱちょっと古めかしい感じになるのかなって感じですね。さて僕の車両は10番車両です。あそこ書いてある14とか13とか書いてありますね。これか。きっと僕の寝るところもこんな感じですね。4人相部屋のソフトベッドっていうのを購入しました。それが一番いいベッドだったんでそれを買ったんですけど、これか。なんか結構快適そうっちゃ快適そうですね。よし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 。なんかわかんないけど渋滞式ですね。31、これか。いやよいしょ。あったかい。あったかいって言ってもここも10度ぐらいかな。そんなにあったかいってわけじゃないですけど、まだマジだ。寒かった。これがチベット製造鉄道の中ですね。こ
こが僕が今日寝るベッドです。ハンガーとかあるな。Yeah, GoPro. Yeah, it's like a YouTube. Do you know? No? Okay. よいしょ。今ですね、外国人がこの鉄道に乗ろうとすると許可証が必要になります。乗る手前でこれを提示を求められましたね。トラベルグループリストと、これいわゆる入庁許可証です。現在チベットに外国人が入る場合は、入る日と出る日、入る手段と出る手段、それから入るときに政府に登録された、ツアー会社がしっかりガイドすること、常に付き添う。これが、確定してないとチベットに入れません。だからフラッと中国来てそのままチベット行こうとしても入れないという形になります。さて、この空間に20時間か。じゃあ行ってきます。检查的出不结不出对吗？新駅を出て1時間ぐらい経ちました。もうなんか見渡す限り高原の草原地帯って感じです。羊とか放牧されてますね。すごいシンプルですね。ここのベッド、枕、掛け布団、こういうなんかすごいシンプルな作りです。困ったことにコンセントがなくてですね、どうしようかなって感じですけど、ライトがここにあるだけ、他は特に何もなくてすごいシンプルですね。でもいいですね。なんかこういうの見てると心が洗われますね。
と19時間ぐらい乗り続けます。もうインターネットも全然つながってなくてですね、ずっとこんな感じの標高3000メートルぐらいの乾燥した世界観が続いてます。なんかここら辺にこう椅子をですね下ろして、こうやって座って見てる人が多いですね。まあ、確かにずっとこうやって見てても飽きないですね。素晴らしい感じです。なんかこの風景がなんかこういう食堂車もたまに来るんですよね。シェ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 。あとはまあこんな感じですかね。あとはこういう感じの結構昔ながらって感じですね。面白いのがちゃんとチベット語でも書いてあるんですね。でも意外と線路自体はですねそれなりに滑らかなんですよ。もうちょっとガッタンゴトンするのかと思ってたら全然そんなことなくてですね、結構滑らかな感じの乗り心地です。ごく一部ガタガタするとこもありましたけどね、これならアムトラックとかと比べたらよっぽど滑らかって感じですね。結構意外でした。来てみないと分かんないですね、こういうのは。いやそれにしてもすごいですね。こんなところに鉄道を走らせるっていうのがそもそもすごいですけど、果てしなくあと千数百キロぐらい鉄道はまだ続いてラサに向かいます。面白いです。ああいう風に販売してるんですよね。でも平地の倍します倍以上かな。ラッシュ12区麺とかが昨日食べてると9元なんですよ。ここで食べると20元です。まあ普通ですかね、そのくらいだと。なんか結構僻地を想像してたんですけど、結構風車が多いですね、ここら辺は。意外となんか採掘現場みたいなのがいくつかあって、なんか天然資源を取るような場所はいくつかあるみたいな感じがしてます。コンセント車両に1台あるこの水回りのところ、ここだけですね。
ルだけしかコンセントがないです。部屋には一つもないんで、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。这好也放这儿了。是啊，这回啊，你看我们俩走。今天晚上当着面买还一起，然后那时候火车上人打过一折，3折。シーニンからほとんど6時間ぐらい走りましたか。違うか、シーニンから6時間か、6時間ぐらい走りまして、830キロですね、下ってきて、今ゴルムド駅にいます。僕が乗ってる製造鉄道は2駅しか止まらないみたいなんで、この駅止まったらもう次はラサです。つまりラサまであと十何時間ずっとノンストップで走り続けるらしいですね。これがゴルムド駅みたいですね。ゴルムドはなんか違う線路も入ってるみたいなんで、降りる人が結構いますね。前の止まったところはですね、デレンハシ駅っていうんですけど、たった6分しか止まらなかったので外に出れなくてですね、ただ今ここゴルムド駅は25分止まるっていうんで、ちょっとブラブラ歩いてます。何も食べてないんで、なんか食べようかなと思って見たんですけど、なんか僕が今まで来た駅と違って、なんかレストランとかいっぱいあるわけじゃないですね。これは何も食えなそうだな。你们带水壶跟烤串儿，有的话多传点儿，传上个10来个。はい。なんかこういう食堂車があるんですね。I'm sorry, but theなんか座ってこのメニュー表があったんですけど、こっちじゃなくてこっちから頼めって言われました。ちょっと全然分かんなかったですけどね、多分1人用ってことだと思うんで、2人で3、4人家族用ってことなんでしょうね。これはチンジャオロースかなとかホイコーローかなとかいろいろ思ったんですけど、よくわかんないんで、とりあえず牛肉のやつを頼みました。
88元ですね。どんなのが来るか全然わかんないですけど、ちょっと待ってみます。2000円かと思うと、当然ですけど、こういう場所だから相当高いんでしょうね。向こうで鍋を振るってる音が聞こえまして、結構美味しそうだな。割としっかりとしたものが出てきましたね。さて、いただきます。ここら辺はチベット族が一番多く住んでいるエリアですので、やっぱり羊肉か牛肉がメインだと思います。いただきます。これは普通のスープですね。すごい柔らかい。すごい柔らかいな。すごい柔らかい牛肉ですね。ホロホロに煮込んであります。中国に来て初めて白米食べました。初めてじゃない、この旅行で初めて。これは普通のじゃがいもですね。美味しい。ちょっと辛いですけどね、美味しい。これ唐辛子がいっぱい乗ってるだけあって、ちょっと結構、ちょっとっていうか結構辛いかな。でも美味しいですね。このチベットに向かう電車の中だから、こんなにしっかりとした料理を作ってるとは思いませんでした。おいしい。美味しいですね。なんか弁当みたいなのも売り歩いてるんで、何もなければそれにしようかなと思ったんですけど、ちょっと歩いたら食堂車があったんで試してみてよかったです。食堂車の食事の方が倍とか3倍しますけど、でも美味しいですね。というわけで30分ぐらい前にゴルムド駅を出まして、シーニンから大体830キロ以上、チベットの方向に向かってます。まだここはチンハイ省ですね。でもチンハイ省の中でももうチベット族の、自治区になります。もうちょっと行くと本当の、チベット自治州ですね。そっちの方に入っていく形になります。もう今6時45分なので、もうすぐこのなんか壮大な景色も見れなくなっちゃうと思うと残念ですね。予定通りに進んでいけば朝7時41分にラサ駅に、着いてるはずです。でも今のところ1分も乱れることなくシーニンから運行されてるんで、多分7時40分着くんでしょうね。いやチベット楽しみだな。はい、というわけで、中国横断の8日目はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。なんか追加できました。シェ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 。なんだろう、これも入ってたの。これじゃがいもかな。じゃがいもの炒め物。これは日本でもちょこちょこ食べますね。そうですね。じゃがいもの炒め物。結構な量だな。これ一人で食い切れないですね。
まあ残すぐらい出すのが中国風なのかもしれないですね。もう暗くて山々も見えなくなってきちゃいますね。じゃあそれではこれにて失礼いたします。